カロリー計算も PFC バランスもなんだかよくわからないし、働く主婦はどうしたらいいんだで、マイナス3キロを目指す。Kan inte ta tillbaka någonting av det jag sagt. Men om du låter mig förklara. はい、皆さん、こんにちは。更年期世代真っ只中、52歳のまきです。今日はですね、ダイエット初心者の皆さんのために、とりあえず、これだけやっとこう。参戦ということでね、お伝えしていきたいと思っています。で、ダイエット始めたばっかりの皆さんって、一体何をすればよくわからない。カロリー計算も PFC バランスもなんだかよくわからないし、面倒なのは嫌だななんていうふうにね、思われてる方多いと思うんですよ。というわけで今日はダイエット初心者の皆さんに向けて、まずは3ヶ月でマイナス3キロを目指すことを目標にですね、これだけやっとけばとりあえずなんとかなるんじゃないかということでお話をしていきたいと思っております。はい。実は先日なんですが、視聴者の方からメッセージいただいて、アスケンっていうね、私アプリをお勧めしたと思うんですよ。前、他の動画でね。で、食事管理のアプリなんですけど、それを始めたんだけど、もうね、計算するのもめんどくさいし、入力するのも大変ですごくストレスですみたいなね、ことをね、おっしゃってる方がいらっしゃって、ちょうどね、私の友達も同じくで、2日でギブアップしたんですよ。なんかね、その子曰く、食べたものを入れるんだけど、自分が食べたものが、そのアスケンの中に入ってないからもうわかんなくなっちゃったって言ってて。いいんだよ。似たものを入れときゃいいんだよ。近いものを入れとけばいいんだよ。ざっくりでいいんだよ。なんていうふうにね、話したんですけど、やっぱりね、初めての人たちってそういうところですごくみんな真面目に考えるから、ざっくりできなかったりとか、ですごいね、一生懸命に肉の量を測って、ご飯の量を測って、野菜の量を測って、なんていうことをね、やってらっしゃって、真面目にね、やっていただいたと思うんですけど、それやっちゃうとね、さすがに続かなくなっちゃうので、もし今ね、これ見ていただいている方で、実際アスケン使っている方で、もう慣れてるよっていう方はね、今日の動画はゆるっと、こんな感じね、みたいに考えてもらえばいいんですけど、そうでなくてね、ちょっとアスケン使ったんだけど、ちょっと辛いわ、みたいな人は、ぜひ参考にしていただけるといいかなと思っております。はい。ということで今日は本当に超初心者向けということでね、お話をしていきたいと思います。はいはい。というわけで、まずは一つ目です。スーパーのお惣菜売り場で揚げ物を買わない。はい。スーパーのお惣菜売り場でね、私たちは、よくね、セールになりますと、私の話なんですけど、スーパーのお惣菜売り場で夕方になるとね、セールあるじゃないですか。そうするとね、ほら、コロッケだの、とんかつだの、唐揚げだのって安くなればついつい手に取っちゃうんですよ。でも、やっぱりダイエット中はね、当然みんな揚げ物はダメだよね。カロリー高くなるからダメだよねっていうことを知りつつも買ってしまう。だって簡単なんですもん。手軽なんですもん。お家で作るのめんどくさいですもん。でも、ダイエット中はこれはちょっと避けていただきたい。例えばなんですけれど、これまで週にね、何回か買っていたのを週1回に減らすとか、本当はね、もうね、ダイエット中はちょっとスーパーのお惣菜売り場の揚げ物は、私的にはちょっと控えてほしいところではあるんですけど、それでも忙しかったね、それでも主婦の皆さん忙しかったりするとついつい手が出る気持ちはすごくわかります。すごくわかるんですけど、今回はその代替案を皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、その前にね、ちょっとそのスーパーのお惣菜の揚げ物がね、そんなに良くないっていうことをね、ちょっとお伝えしたいと思います。皆さんご存知だと思いますけれど、スーパーの揚げ物って大量に揚げるわけですよ。大量に揚げるっていうことは、その油自体がそんなにね、毎度毎度新しいものを使ってるとは言えないですよね。ってことは何度も何度もたくさんね、油で揚げているということは油も酸化しやすい。酸化しやすい油っていうのは体にも決していいわけではないので、使ってるものに関してもちょっと不安な部分がありますよね。
まあそんなにね、ダイレクトに体に直接影響があるとは思わないんですけれど、それでもやっぱりうちでね、自分で天ぷらを作るだとか、綺麗な油でね、新鮮な油で揚げ物を作るのとちょっと違ってくる。酸化したオイルを体に入れるっていうことは決していいことではないなということもあるので、まあそれも含めてね、ちょっとお惣菜売り場の揚げ物はちょっとしばらくの間は、まあ距離を置くという感じで言っていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあね、それでも忙しいんだよ、働く主婦は。どうしたらいいんだということもあると思うので、その時には揚げ物ではなくて焼き物とかに変えてみていただけるといいんじゃないかと思います。まあ例えば焼き鳥とかね、まあネギマとかもいいし、あともも肉もいいです。まあちょっとここに皮はついてるものの、タンパク質なんかはしっかり入ってます。あとね、砂肝なんかは脂質も低いし、タンパク質も豊富なんで、非常にいい食材です。で、できればこの焼き鳥も、まあ、よく言われるタレではなくて塩でね、調理されてるものがいいかなと思います。で、残念ながら皮は、ダイエット中はちょっと避けておきましょう。美味しいんだけどね。美味しいのよ。皮もね。あと他にも最近お惣菜売り場って豆腐ハンバーグみたいなものとかも売っていたりだとか、あと、鴨のローストとかね、鴨肉もいいんですよ。鴨もやっぱりね、タンパク質豊富なんで、そういったものに、変えてもらう。焼いたものとかね、そういった調理方法をちょっと考える。あと、焼き魚も最近ね、お惣菜売り場にあったりするので、そういったものにしてみる。ってことでね、ちょっと工夫をしてみてください。でも皆さんよくご存知だと思うんですけど、揚げ物のカロリーっていうのをここでおさらいしておきますね。ロースカツなんですが、だいたい1枚300から400キロカロリーあります。唐揚げはだいたい100から200キロカロリー。そしてコロッケは150からものによって300キロカロリーということになるので、コロッケと唐揚げ3つ、コロッケ1つ食べたらどのくらいになるのかな ?1、2、3、4、500、600キロカロリーぐらいいっちゃうのかな。で、ご飯食べて、お味噌汁食べて、で、できればサラダみたいの食べてになるんだけど、夕食でそれやって、他になんだかんだで食べたりすれば、そこそこな、やっぱりカロリーになっちゃいますからね。ちょっとそのあたり気をつけてみてくださいね。はい。同じ惣菜売り場で売ってるものであっても、揚げ物よりは焼き物に変えるとかね、そういった感じでね、調理方法違うもので、代替品で考えてみてはいかがでしょうか。はい、ということです。はい、二つ目。ドリンクで余分なカロリーを取らない。はい。特にね、みんなやっちゃってるカフェラテとかね。カフェラテ美味しいのよ。美味しいの。毎日飲んでる人いますよね、カフェラテ。牛乳だし、コーヒーだし、体に決して悪くないよねって思われると思うんですけど、カフェラテのカロリーって1杯200キロカロリーあるんですよ。200キロカロリーというのはおにぎり1個より場合によっては具材によっては多いかもしれない。だから毎回、それでドリンク分で取っちゃってるってことになるんですね。あと他にもジュースだとか炭酸飲料とか、あとコーヒーにお砂糖を入れたりだとか、そんな風にしていくとね、だんだんね、ドリンクで余分なカロリーを蓄積されていくことによって、総カロリーがやっぱり増えていっちゃうんですよね。知らず知らずのうちに。そうならないためには、ドリンクでのカロリーをできれば控えたいところ、抑えたいところ。ということで工夫してもらうのがいいんじゃないかと思います。で、ちなみになんですけど、スターバックスのドリンクなんですけど、ちょっと今日調べてみました。スタバのさ、カロリーがみんな高いことは知ってるよね。でも美味しいよね。いきます。第1位、エスプレッソアフォガードフラペチーノ439キロカロリー。すごいなぁ。これアフォガード私も好きなんですよね。コーヒーとね、苦味とアイスの感じがめちゃめちゃ美味しいんだけど、438キロカロリーってなると大体私のランチのカロリーと変わんないですね。私大体鮭弁みたいなものを作るんですけど、お弁当でね。
で、ご飯と鮭弁と、あと、副菜入って、野菜入って、お味噌汁食べて、まあそこまで、そのぐらいか。だいたいそのくらい。どっち食べるかって言ったら、私フラペチーノで取らないな。はい。まあいいや。はい、二つ目。第2位。ダークモカチップフラペチーノ341キロカロリー。第3位。抹茶クリームフラペチーノが322キロカロリー。まあまあいろいろ。なかなか。その中でも低いのはあるな。マンゴーパッションティーフラペチーノ140キロカロリー。あ、意外にこれは低い。はい。というような感じですね。まあ飲みたい時もあると思うので、絶対ダメとは言わないんですけど、まあできればね、1日の摂取カロリーは、まあダイエット中はできるだけ控えたいところではあるので、ドリンクでね、余分なカロリーを取っちゃうと、食で減らさなければいけなくなるっていうことは避けたいと思うので、まあできればね、ドリンク系でのカロリーはちょっと抑えていきたいと思います。他にも、コーラでしょ？あと、高いのといえばもうエナジー系のドリンクとかね。はい。あのあたりはもうすごいよね。あと、体に良さそうに思われる、野菜ジュースもね、野菜ジュースも意外にね、糖質も多いし、そんなにビタミンとかも入ってないし、砂糖も多いんで、ちょっと、それもね、ちょっと控えた方がいいかなと思います。まあ、これね、代替で飲むんだったら、例えば、カフェラテどうしても飲みたいっていうことであれば、牛乳を無脂肪乳に変えるとか、アーモンドミルクとか、オーツミルクに変えるとかね、そんな工夫をしてもらうと、まあ、多少カロリーは控えめになります。あとは、まあ、炭酸系のドリンクだったら、まあ、いわゆる0キロカロリー系に変えてみる。で、ただ人工甘味料がちょっとなーっていう方は、まあそのあたりはね、私はそんなに気にはしてないんですけど、まあ気になるようだったらそのあたりは控えてもらって、まあそうなれば自分でね、まあソーダに蜂蜜とかレモンとか入れてもらって作ってみるっていうのもいいかもしれないですね。意外とそっちの方が美味しかったりするかもしれないんで、ちょっと工夫してみてください。3つ目、菓子パンをご飯代わりにしない。結構みんなこれやっちゃってる人多いと思うんですよ。とにかくカロリーさえ抑えればいいんでしょ？じゃあ菓子パンのカロリー分をね、食事に回せばいいじゃんみたいな風に思っていてやっちゃってる人多いと思うんですけど、菓子パンは糖と脂質のオンパレードなんですよ。例えばクリームパンであったり、メロンパン、あとデニッシュパン。デニッシュパン美味しいよね。あとクロワッサンとか。クロワッサンにチョコレートとか入ったらめっちゃ最強に美味しいんだけど、これ見て油と糖しかないのよ。糖質しかないのよ。そうなっちゃうと、それをね、食事代わりにしてしまうと、必要な栄養素っていうのを取ることができなくなります。もちろん必要な栄養素っていうのは、タンパク質であったり、ビタミンであったり、ミネラルであったり、食物繊維っていうようなものですね。そういったものが取れなくて、ただただカロリーのことだけ考えて食べちゃうと、せっかくね、食事をするにもかかわらず、自分に体にいいものを取り入れることができないということになってしまいます。ついね、カロリーのことばっかり考えて、いいじゃん、ご飯代わりにしちゃえばっていうふうにね、思われている方多いと思うんですけど、これは間違いなので、できればまあ、そうですね、もう、一回距離を置く。いつも言うんですが、距離を置く。菓子パンとの距離を置く。じゃあそれね、じゃあ代替で何にしようかってことなんですけど、同じパンを食べるにしても、例えば食パンとかフランスパンとかベーグルとかね、そういったものに変えてみる。で、そこにただバターを塗っちゃったりだとかすれば脂質は当然オーバーしちゃうので、そうしないように、まあ私の場合はね、例えば食パンだったら、ホットサンドとかよく作るんですよ。ホットサンドの中に卵入れたりとかハム入れたりとか、スライスしたキャベツとか入れて挟んで食べたりだとか、そうすれば特にそこにそれで塩コショウとかスパイス系のものとかでかけるようなことして、でマヨネーズみたいなものあんまり使わない。そうすれば基本的に卵の脂質だけなので、卵の脂質は全然 OK なのでね、卵は本当完全栄養食なので、これだったら
食パンを食べても栄養素もちゃんとあるし、脂質も最低限に抑えられるっていうこともあるので、そんな風に工夫してます。他にもベーグルもね、脂質すごい低いのでいいと思います。どうしても甘いの食べたいななんていう時だったら、ベーグルにクリームチーズとか挟んで、あとナッツとかそういうの入れて、あとメープルシロップとかでもいいよね。最近では0キロカロリーのメープルシロップっていうのも売ってますから、そういうものを使ってもらってもいいし、普通のでもいいと思います。蜂蜜とかでもいいと思います。あと他にも甘いものであれば、脂質を抑えるっていう面では、あんパンとかもありです。あんパンだったら、中はね、あんこですよね。あんこもタンパク質もあるし、豆なんでね、小豆なんでね。お砂糖は使ってますけどね、全体的な脂質を抑えるっていう部分では、これだったら一応クリアできるんじゃないかなと思います。パン食べるんだったらそんな風にしてね、ちょっと工夫してもらうといいかもしれないです。私の場合は、パンよりもご飯をおすすめするんですけど、なんでかっていうと、ご飯って脂質が低いんですよ。脂質がほとんどないっていうことですね。パンはどうしても作る過程の中でバターを入れたりだとか、そういったことで脂質が入りやすい。ご飯の方が脂質が低いのでお勧めしています。で、私実際にやってみて実感したことなんですけど、パンを食べた日とご飯を食べた日では、お昼までの間にお腹がね、減るスピードが全然違うんですよ。お腹がね、空くのがやっぱりパン。で、ご飯の方がお腹が空きにくいです。だいたい普段7時ぐらいかな、7時とか7時半ぐらいに1回朝食食べるんですよ。で、お昼までの間、だいたいね、私ね、11時とかにご飯食べるんですけど、それまでの間にね、パンだとお腹空いちゃう。すごいお腹空いちゃうんですけど、ご飯の場合は割とね、昼11時になってもお腹空かなくて、あれお腹空かないなと思って、あれ12時にしようかなみたいな日結構多いので、ご飯の方がね、やっぱりね、腹持ちがいいです。腹持ちがいい。で、今はローカット玄米っていうのを使ってるんですけど、ローカット玄米にするとすっごい腹持ちが良くて、多分ね、消化がそんなに良くないんですよ、玄米は。なので、腹持ちがすごいいい。ということで、ダイエット向きとも言われてますよね。あと、ビタミン B だとか食物繊維も多いので、お腹の弱い人は玄米は気をつけてもらった方がいいのかなと思います。あと、最近米粉のパンとかもあるし、ライ麦系のパンとかね、そういう穀類が入ったパン、ああいったものだったら多少は腹持ちいいかもしれないですね。ちょっと、その辺私ね、あんまりね、検証したことないのであれですけど、またちょっと試してみますね。はい。ということで、3つ目。はい。菓子パンを食事代わりにしないということでございました。はい。というわけで、本日のまとめでございます。まずは1つ目。惣菜売り場の揚げ物には気をつけろ。2つ目。ドリンクで余分なカロリーを取るのは気をつけろ。はい。3つ目。菓子パンをご飯にするのも注意だということでお伝えさせていただきました。多分ね、このくらいちょっと気をつけただけでも、3ヶ月で3キロぐらい減、マイナス3キロは目指せると思いますので、ちょっと皆さんやってみてくださいね。ただし、食べ過ぎちゃってれば一緒なので、それはなしで。ちょっと気をつけるっていうことをしてもらえれば、だいぶ変わってくると思います。体も変わってくると思います。で、もしね、やってみて、もうちょっとやれんじゃないっていうふうに思われたら、できそうだなって思ったら、食事管理のアプリを入れてみるだとか、ここに運動をプラスしてみるとかしていただくと、さらにね、ダイエット効果は高くなってくると思いますので、ぜひそちらもね、やれるようだったらちょっとチャレンジしてみてくださいね。はい、というわけで本日は以上でございます。また何か質問などありましたらメッセージ欄にどしどしお書き込みください。またこんな感じでね、動画にアップしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。揚げ物には気をつけろ。距離を置くのだ。